花粉いなくなってほしい。イエーイ。今年は若干花粉の勢力弱めかなと感じてます。右下の歯車マークから字幕言語、音声言語を切り替えられるのでチェックしてみてね。ステージ1、開幕左にちょっと振って右奥のメイソンを取りに行きます。樽2つぐらい割っていたら OK です。この後ですが、メイソンの2発砲目でゲート裏アサルトを抜き、最初のゲート120くらいまで増えていきますね。以降は若干右側の樽重たいので注視して割って、最終ゲートは円の右半分で攻撃するんですが、今回狙う場所ちょっと変わってます。イメージですね。中央の線の1本左の攻撃線。これがゲート左端にギリギリ吸い込まれる場所。ここが伸びます。はい、ギリギリまで攻撃して左にかわして、いい時は400を超えていくゲートです。ただステージ1の最初のゲート、ある条件が整うと、最初のゲートで180近いスコアが出ます。これはですね、再現性がないのと、おそらく運営が意図せぬ挙動である。で、公平性を欠くと思っているので、今回ステージ1はあんまりいいステージじゃないなと感じています。運営さんが直してくれると期待して概要欄に一応貼っておきます。ステージ2です。最初の兵士よく見ておきましょう。プリッとお尻を振って2発撃つので、それを目安に真ん中に1発、左に1発送っていきます。真ん中1、左1。ガトリング取れたら右です。ガトリングの1砲撃目ですが、ちょっと右に送ります。右奥に5のアサルトがあるので、これに少しでも当たればアサルト取れます。残りの弾は真ん中に送ってあげるイメージです。ガトリングの攻撃をより最初のゲートにぶつけた方がスコア伸びます。70ぐらいまで行くといいですね。この後ですが、円の左後ろに左上にいるガトリングの戦車2体を出現させたいです。今回ゲートが70で若干兵士数が足りていないので、右側の兵士で兵士補充してから左奥のガトリングを撃ち抜いていきます。ここの塩梅はですね、やってるうちに慣れます。右奥のアサルトにガトリングの弾が当たったなと思ったら中央に切り替えます。あとはこの位置ですね。円の左半分でゲートを攻撃。最後は右に抜けて回収です。ただこのステージ、最初のゲートで70を取るのが結構難しいです。少なめだった時こうしてください。左側のガトリング戦車の獲得をとにかく遅らせる。遅らせて、いいタイミングに来たら左後ろに出現させる。この動きでも800点ぐらい取れるので、結構いいスコア出るなといった印象です。さあ、覚悟しましょう。超むずいです。左と中の間。で、こっちですね。ここはくせ者です。左の兵士、右の兵士がちょうど前の樽に攻撃を当てていける位置です。ここでメイソン2発砲、左で1、右で1と戻っていきます。右、右、左、右です。これちょっとの狂いで綺麗に割れません。で、ゲート獲得後、気にするべきことがあります。それはモニカの獲得タイミングです。今回は円の前方は兵士で埋まっているのでいいんですけれども、これ兵士数によってはこの右上にいるモニカの獲得タイミングが早すぎると円の前方にモニカが出てしまって、でモニカ結構わがままボディなので最後のゲートでのスコアを伸ばすのに影響してしまうことがあります。基本的には左の兵士をしっかり取ってからモニカを回収する。これで最終ゲートのスコアが伸ばしやすくなるでしょう。ただ今回に関しては左端に出現させた方が良かったですね。その方がゲートに攻撃できる兵士数が増えてそうです。はい、ステージ4ですね。右から行きます。右でメイソン獲得、兵士も割って左発砲、右発砲、左発砲。これ左右に揺れる感じでいい感じに割れると思います。最初のゲート120ぐらいまで確認してます。で、左右にゲートがあるパターンですが、もうど真ん中でいいと思います。
このトゲのね、真ん中の軸に兵士を合わせて、で、なんとなくですが、左避けの方が増える気がします。710点ぐらいまで見てますかね。はい、ステージ5ですね。真ん中1、右1、モニカ、弾を漏らさず左に行きます。113で正面の5。ここにモニカの砲撃をちゃんと飛ばすことができれば、最初のゲート110ぐらいまで最大伸びますかね。以降ですけれども、最終ゲートは右の方にアサルトがありますので、円の左半分で攻撃をしていきます。ゲート右端に円の中心を揃えるイメージです。右にかわして左に思いっきり振ってください。で、この最終ボスなんですけど、攻撃の判定が緑の毒の部分にあります。斧の部分にはないので、毒をしっかり避けてあげるよう意識してください。今週はステージ1だけちょっと残念ですね。それ以外は結構いいステージだと思います。さあ、今週も左手の小指でプレイしていきますよ。手前から適当に樽を壊していって、右奥のメイソン、これが割れるとですね、ゲート裏のアサルトが取れるので、最初のゲートで数がしっかり増えていきます。最初左行ってください。左奥のガトリングの戦車獲得後右です。ここで一発撃って、あと真ん中で OK です。最初のゲートで数が増えれば、あとは左右適当に動いてあげればクリアするのには問題ないと思います。はい、ステージ3は最初左の方攻撃で右の方攻撃、以降はずっと右でいいです。左の樽無視しちゃいましょう。ゲート裏のアサルトが取れれば最初のゲートで数を増やすことができ、あとはまっすぐ進んでクリアです。さあ、ステージ4、最初右です。ここで何度か打つとメイソンが取れるので、あとは左右にキャラクターたちを動かしてあげるとまんべんなく壊れていきます。最初のゲートで数を増やすのもそんなに難しくないと思うので、ステージ4クリアはとても簡単ですね。ステージ5、左列思いっきりスルーしちゃいましょう。真ん中右、そしてバイクのお姉さんモニカを獲得して、あとは左列はモニカに任せる形です。真ん中と右注力で最初のゲートを攻撃しましょう。ある程度数が増えれば最初のボス倒せます。ここでですね、数少なすぎるとボス倒せなかったりするので、その時はもう一回やってみてください。最後のボスはですね、左側におびき寄せてあげましょう。このゲートが来たら左側に避けて、で相手が攻撃を振ったら右に移動してあげます。このボスは緑色の毒が攻撃判定になっているので、毒さえ左にやってしまえばあとは楽に倒せます。この動画が良かったよ、役に立ったよと思われた方、いいね、チャンネル登録はお気持ち程度に。よければこちらの動画のシェアを全線突破が好きな方にお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。
3月1日は芥川龍之介さん、加藤茶さん、五郎丸歩さん、ジャスティン・ビーバーさんのお誕生日です。北海道のソウルフードを食べる日でもあるそうです。ラーメンサラダってマジで何ですか？